皆さんは日本語でメールや手紙を書きますか？日本語で文章を書くときによく使う記号とその名前や一般的な使い方を紹介します。文章を書くときに使う記号を日本語で訳物と言います。でも訳物という言葉自体は日常生活ではあまり使わないので、うまく伝わらない場合は文章の記号といえばイメージできると思います。具体的にはこれとかこれ、こういうのです。このような記号はコンピューターで書くときも手で書くときも両方使われます。ちなみに日本語をコンピューターで書くとき、文字は全角になります。中国語や韓国語をコンピューターで書く場合も全角です。英語などアルファベットのような文字は半角となります。日本ではインターネットやメールは横書きですが、本や雑誌は縦書きも横書きも両方ありますよ。それではよく使う記号を見てみましょう。まずはこれ。正式な名前は句点と言います。日常生活では丸と言われることもあります。丸い形をしていますから丸ですね。縦書きにした場合、この位置に書きます。このように中央に書いてはいけません。句点は文章の終わりにつけます。英語のピリオドとほぼ同じですね。次はこれ。読む点と書いて読点と言います。会話では点と呼ばれたりします。縦書きでは句点と同じ位置に書きます。やはり真ん中には書きません。読点は英語のカンマのように文章の途中に書きます。そうすることで読みやすくしたり誤解を避けることができます。例えばこの文章。日本語は通常英語を書くときのようなスペースを使いません。ですから言葉を分けるためこのように読点を書きます。読みやすくなりましたね。また読点の位置によって意味が変わる場合もあります。こちらの2つの文章を見てください。2人は笑いながら作った料理を食べたと書くと、2人は笑いながら食べたという意味になります。楽しい食事の時間ですね。それに対して2人は笑いながら作った料理を食べただと、2人は笑いながら料理を作ったという意味になります。料理していた時楽しかったんでしょうね。読点の位置が変わると意味も変わる場合があるんですね。次はこれ。きっと皆さんもよく使いますよね。これは日本語でカッコや丸カッコと呼ばれます。カッコの終わりの部分はカッコ閉じとも言います。日本語のカッコの使い方は皆さんが使うときとほとんど同じで大丈夫です。ちょっとわかりづらいですが、このように全角と半角のカッコを合わせないようにしましょう。日本語と半角の文字や数字を両方使うとき、このようなことがよく起こります。またこのように数字を中に書いた場合、1と読んでもいいですが、カッコ1と読むこともあります。では次です。これは鍵カッコ。日本ではよく使われます。
縦書きにするときは90度回転させてこんな感じです。鍵括弧の使い方は英語のクォーテーションマークに似ています。文章の中に誰かが言った言葉を入れたいとき、鍵括弧を使います。他にもある言葉を強調したいときに使うこともあります。正式な決まりではありませんが、日本の出版業界では鍵括弧の中の文末に句点をつけないそうです。つまりこのように丸と鍵括弧の終わりを続けません。またこのように鍵括弧の後に当点をつけません。確かにその方がすっきりして見やすいですね。そしてこちらは二重鍵括弧。二重は数字の20ではありません。2つ重なっていることを二重と言います。鍵括弧が2つ重なっているので二重鍵括弧ですね。鍵括弧の中にさらに別の人の言葉を入れたいときに使います。こうすることで誰が何を言ったのかがはっきりします。それから映画や本、音楽などのタイトルを書くときも二重鍵括弧を使います。覚えておきましょう。これは何と言いますか？正式には簡単符と言います。驚いたような気持ちを簡単と言いますが、ちょっと難しい言葉なので、日本人はびっくりマークということが多いです。びっくりは驚きを表すオノマトペとして有名ですね。じゃあこれは？正式には疑問符と言います。意味は言わなくても多分わかりますよね。たくさんの言語で使われていて、日本語でも同じです。この記号をハテナとかハテナマークと言ったりします。英語のクエスチョンマークと言ってもいいですよ。波ダッシュ。日本語には長音、伸ばす音があります。例えばこのように書いた場合、こんにちはと最後の音を伸ばします。これはこのように波ダッシュで置き換えたりもします。言い方やその人の気持ちが変わりますが、意味自体には大きな変化はありません。ちょっと面白い感じになりますが、文脈から判断しましょう。ちなみにダッシュやハイフンのような記号を縦書きにするときはこうやって90度回転させます。このように縦書きなのにダッシュが横になっているのは間違いです。波ダッシュも同じです。また波ダッシュでこのように書いた場合、月曜日から金曜日という意味になります。読むときもそう読みましょう。月曜日、金曜日ではありませんよ。じゃあ、これは何と読むと思いますか？ある漢字に似ていると思いませんか？これは米印です。米という漢字にちょっと似ていますね。英語のアスタリスクと基本的な使い方は同じです。段落の外に注意書きをするときなどに使いましょう。そしてこれ、正式には中黒と言います。日本人も点と読む人が多いですが、当点の点と間違えないようにしましょう。中黒はこのように言葉を並列で分けたいとき使います。その他にもリストを書くとき、このように使ったりすることもできます。縦書きにするときは真ん中に書きます。
手で書くとき大きく書きすぎないようにしましょう。そして海外出身の人の名前をカタカナで書くときも使います。例えばこの人の名前はこんな風になります。縦書きにするとこうです。中黒は真ん中にありますね。そしてこのようにアルファベットがある場合はこんな風に書きます。でも場合によってはこのように中黒の代わりにスペースやピリオドを使って英語表記のようにすることもあります。いかがでしたか？文章の機能を上手に使って分かりやすいメールを書いてくださいね。記号の意味や日本語のタイピングがわからないときは日本の友達や同僚にも聞いてみましょう。もちろんスキリズムの先生たちも優しく教えてくれますよ。